こんにちは、オドグラファー起業家の林ひかるです。今回は失敗しないカメラの選び方についてお話ししていきます。今回の動画には最新機種のこの機能がすごいのでおすすめなどといったお話は登場しません。なぜならカメラには様々な機能や価格帯があり、どのような目的で使うかによって自分にマッチする1台というのは全く異なるからです。人気の YouTuber さんが勧めていたとか、家電量販店で最近だとこれが売れているって聞いたからという話をよく耳にするのですが、なんとなくの感覚で選んでしまうと、せっかく買ったのに使いこなせないとか、重くて持ち歩かなくなってしまったとか、反対にプロとしてやっていくなら最初からこっちを買えばよかったなどという後悔につながってしまいます。なので今回は皆さんが自分にとって最適なカメラ、そして1本目のレンズを判断できるようになるための知識をお伝えしていきます。ぜひ最後までご覧ください。まずはデジタルカメラの種類から整理していきましょう。デジタルカメラは大きくレンズ一体型カメラとレンズ交換式カメラ、この2つのグループに分けることができます。レンズ一体型カメラには皆さんがよく知るところですと、スマートフォン、そしてコンパクトデジタルカメラ、コンデジと呼ばれるものがあります。これはすごくわかりやすいですね。反対にレンズ交換式カメラには一眼レフと呼ばれるものとミラーレス一眼と呼ばれるものがあります。カメラを始めてみたいなと思ってカメラを調べ始めて、皆さんが最初につまずくのがこの一眼レフとミラーレス一眼の違いなのですが、知ってしまえばとても簡単です。一眼レフはこんな風にカメラの中にミラー、鏡が入っています。レンズから入ってきた光をこの鏡に反射させて、ファインダー、この覗き穴ですね、ここに映して実際に目で見ている景色を見て写真を撮るという仕組みです。この鏡、ミラーが入っている分、本体が大きくなることと、シャッターを押す際にミラーが上がる振動が届くため、大きいカメラでガシャッと写真を撮っているっていう感覚を味わえるというのが特徴です。こんな感じ。ガシャ。かっこいいですね。ガシャ。ガシャ。このミラーが上がるんですね。シャッターを押すとミラーが上がります。反対にミラーレス一眼はその名の通りミラーがないカメラになります。先ほどの一眼レフからミラーを取り除いて、レンズから入った光を直接このセンサーで受け止めます。そしてその映像を電子ビューファインダーや背面のモニターに映し出したものを見て撮影します。ミラーがない分、一眼レフカメラに比べてミラーレス一眼は圧倒的に小さくなっているのが特徴です。また電子ビューになるので、撮影前に明るさや色味の変化をリアルタイムで確認できるため、初心者さんでもイメージ通りの写真を撮りやすいというメリットがあります。で、なぜこの2種類があるのかということなんですが、カメラが商品化されて世界で市場に出回り始めた80年前くらいから長い間、前者の一眼レフが高性能カメラの主流とされていたんですね。それがデジタル技術の進化によって、今からだいたい15年ほど前ぐらいにこのミラーのないミラーレスカメラが登場しまして、これまでの重くて大きいカメライコール高性能なカメラという常識が覆されて、各メーカーが次々と小さくて軽くて高性能なミラーレスカメラを生産するようになり、反対に一眼レフカメラはほぼ生産を終了しているという状況です。なのでこれから写真を始めたい方は、シャッター音にこだわりたいから絶対に一眼レフを使いたいとか、重くて大きいカメラで写真を撮ってる感覚を味わいたいなどという特別な理由がない限り、ミラーレス一眼の中から選ぶようにしてください。
続いてイメージセンサーの話をしていきます。カメラにはイメージセンサーと呼ばれる部品が搭載されていて、このイメージセンサーの大きさによって写真の品質が大きく異なっていきます。ミラーレス一眼のレンズを外すとイメージセンサーが見えるんですが、このイメージセンサーとはカメラに取り込まれた光をデジタルの映像情報に変換する部品のことです。レンズを通して入ってきた光を受け取り、それを電気信号に変換して画像データとして保存します。イメージセンサーの大きさにより仕上がりのクオリティやカメラの価格帯が変わってきます。主要のセンサーサイズを一覧にしてみるとこんな感じです。大きい順にフルサイズ、APS-C、マイクロフォーサーズ、1型、2.3 分の1型とありまして、皆さんがいつも使っているスマートフォンはこの中だと一番小さい 2.3 分の1型にあたります。次にコンデジですと1型マイクロフォーサーズを使用しているカメラが一般的です。続いてミラーレス一眼はマイクロフォーサーズ APS-C フルサイズのセンサーサイズ、一眼レフは APS-C フルサイズのセンサーサイズを使用しているカメラが多いです。これを見ていただくとセンサーサイズの大きさとカメラ本体の大きさは比例していることがわかります。センサーサイズが大きいほど画質が綺麗になる、カメラ本体が大きくなる、高価格帯になるというわけです。で、この話をした時にセンサーサイズが小さいのにスマホの写真ってなんであんなに綺麗なんですか？やっぱりスマホの方が性能がいいからカメラって必要ないですか？っていうようなお話をいただくことがあるんですが、スマホ写真が綺麗に見えるのはスマホのデジタル画像処理技術が高いこととモニター自体が鮮明ということが大きく影響しています。なのでスマホの次に大きい1型やマイクロフォーサーズのセンサーサイズ搭載のコンパクトデジカメなどで撮った写真を比べた場合、スマホで撮った写真の方が綺麗に見えてしまうことが多いです。画質の綺麗さを体験できることとレンズ交換により表現の幅が格段に広がることから、私はカメラを買って写真を楽しむのであればフルサイズか APS-C センサー搭載のカメラの購入をお勧めします。さて、ここまでお伝えしたところでセンサーサイズも2種類に絞ることができたので、次はその2種類からご自身に合ったセンサーサイズを考えていきたいと思います。趣味いずれプロを目指したい、品質にこだわりたいという方はフルサイズのカメラを選んでください。だいたい予算はカメラ本体の価格が25万円から50万円ぐらいになります。反対に趣味として楽しみたい、手軽に始めたいという方は APS-C のカメラを選んでください。予算は10万円から20万円ぐらいになります。皆さんはどちらに当てはまったでしょうか？ミラーレス一眼を買えばいいということが分かって、この自分に合ったセンサーサイズが決まると、あとはカメラのメーカーと機種を決めていくだけなので、ぐっと選択肢を絞っていくことができます。では続いてカメラメーカーごとの特徴をお伝えしていきます。キヤノン、ニコン、ソニー、富士フィルム、ニコー、オリンパス、パナソニックなど、このようにたくさんの企業、メーカーさんがカメラを生産されています。シェア率が高いメーカーですとカメラの種類が豊富、そして純正レンズ、非純正レンズの種類が豊富といったメリットがあります。メーカーによってカメラのフォルムや強みとしている点が違うので、実際に店頭に行って触ってみるのがおすすめです。例えばキヤノンの場合は丸いフォルムが特徴で、女性の手にも馴染みやすいデザインの機種が多いです。そして直感的に触れるデザインというところも、お子さんを撮りたいママなどにもすごく人気のメーカーになっています。反対にニコンの場合、ちょっとゴツゴツとしたデザインでグリップもしっかりしているものが多いです。なので男性に割と好まれやすいですね。ボディが頑丈で壊れにくいっていうのも特徴にあります。それからニコンですと近年急上昇してきたメーカーさんでして、このスタイリッシュなフォルムが特徴的で、他のメーカーさんに比べて直線的なフォルムをしているな
なと、なんだか近代的なかっこいい感じがします。なんかこう無駄を省いたっていう感じですかね。あとは瞳オートフォーカスに力を入れているですとか、こんな感じで各メーカーさんごと強みが変わってきます。あとここにはないんですが、例えば富士フィルムさんですとなんかちょっとエモーショナルな感じだったりとか、カメラ自体のデザインもレトロでかっこいいものが多かったりして、ファッションの一部として持ち歩きたいというそんな特性のメーカーさんもあります。こんな感じで、自分の好みのメーカーさんを見つけたら、そのメーカーさんと、自分に合ったセンサーサイズで検索する、またはお店の人に聞いていただくと、近年販売されている機種のラインナップが出てきますので、その中から選ぶってなると、だいぶ絞られた選択肢にすることができます。そしてメーカーごとの特徴に加えてチェックしたい点が3つあります。それはファインダーの有無です。ファインダーっていうのはここの部分、覗くところのことですね。ファインダーを覗くことで撮るものに集中することができまして、眩しい屋外でモニターがね、こっちが全然見えない場合にも、ここで覗いてみることで撮りたいものをしっかりと確認することができます。これもメーカーさんによってファインダー絶対についているメーカーさんもあるし、ちょっとコンパクトにしているところもあるし、もうファインダーなしにしているよっていう機種が主流のところもあるので、ここも合わせてぜひ自分はどうしたいのかなっていうのを考えてみてください。はい。それから、モニターの自由度っていうところも結構大事になってきまして、これは何かというと、背面のこのモニターですね。これが、よいしょ。こんな感じでね、ちょっと動かし方が変わってきます。これはチルト式っていうものになりますし、こっち。これはバリアングル式といって、こんな感じ。全然見え方が違いますよね。上に開くものと、あとは横に出してからちょっとくるくると変えられるものですね。はい。自撮りをしたりだったりとか、あとこういう高い位置、ハイアングルから撮ったり、反対に低い位置、ローアングルから撮ったりすることが多いよっていう方は、こっちのバリアングル式がおすすめです。で、もう一つがスロットの数です。シングルスロット、ダブルスロットというようにカメラによって SD カードなどのメディアを挿入できる数が異なります。フルサイズの場合にはダブルスロットのものが多く、APS-C の場合にはシングルスロットのものが多いです。万が一 SD カードのデータが破損して大切なデータを失ってしまわないことを優先するのであれば、ダブルスロットが必須となります。最後にレンズのお話です。カメラ本体だけでは写真を撮ることができないので、レンズが必須になるのですが、ここも皆さん悩みどころでわからないとよくご相談をいただきます。まずレンズはカメラのメーカーと同じものを使うのが基本です。マウントといってレンズとカメラをカチッと接続する部分の形、ここがメーカーごとに異なっているため、キヤノンのレンズはニコンのカメラにつけることができません。反対にニコンのレンズはキヤノンのカメラにつけることができません。一部特別なアダプターを使えば装着できるケースもありますが、ピント合わせが遅くなったり本来の性能が発揮できなかったりすることが多いです。なのでまずはメーカーが違うとレンズは共有できないというルールを覚えておきましょう。そしてレンズの種類には大きく2種類ありまして、画角が変更できるズームレンズと画角が固定されている単焦点レンズがあります。ズームレンズは焦点距離といって写真に写る範囲を手元でこうやって自由に変えることができます。そして開放 F 値が小さいズームレンズは明るく撮影することができます。ただし高価格帯になるという特徴があります。反対に単焦点レンズは焦点距離が固定されているので、さっきのように変更することができません。そして開放 F 値が小さいので明るく撮影できるという特徴があります。
最初の1本として私がおすすめするのは F2.8 投資の24から 70mm の標準ズームです。なぜなら室内で使いやすい2470の画角をズームリングを回すことで自在に変更することができて、 F 値が 2.8 と明るく固定されているため、画角を変えても明るさが変わらず撮影しやすいという利点があるからです。ただ先ほどお伝えした通り、この明るいレンズというのは高価格帯になってきます。ちょっと純正レンズだと高いなという方はシグマだったりタムロンなどの非純正レンズや中古品を検討していただくのもいいかもしれないです。それでも高いと感じる方は、はじめはボディとセットで購入できるキットレンズで十分です。APS-C 機のキットレンズは基本的に標準ズームで F 値が F3.5 から 6.5 の間を変動する可変レンズがついてきます。後から単体で購入するよりもとってもお得なことと、すごく軽量でコンパクトな作りになっているので日常使いしやすいっていうのが良い点です。私は実際に仕事で使っているのはミラーレスのフルサイズ機に、スタジオ撮影の場合は先ほどのこの F2.8 投資の2470標準ズームレンズで撮っています。この他に赤ちゃん撮影の場合は 50mm の単焦点を使ったり、屋外のイベント撮影で遠くを撮りたい時などはこういったもっと長いレンズを使ってと使い分けています。なんですが、自分の子供と一緒にお出かけをする時っていうのはとにかく身軽に出かけたいので、この APS-C 機にキットレンズをつけて出かけるっていうことがほとんどです。そしてこの時注意するのが、センサーサイズの違いによって異なる焦点距離の違いです。フルサイズの場合、レンズに書いてある焦点距離そのままなのですが、 APS-C の場合 1.5 から 1.6 倍した数値が実際の焦点距離となるので、 APS-C 機で、標準ズームを購入したい場合には16から 55mm 前後のズームレンズを選ぶようにしてください。このようにその人の撮りたいもの、使い方によって必要なスペックが異なってきますので、まずは自分が何を撮りたいのか、その写真をどのように使いたいのかを考えてみてください。ということで今回は失敗しないカメラの選び方についてお伝えさせていただきました。今回の内容がためになったよっていう方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それから実際に買うときにやっぱりちょっとわからないなとか、この部分で悩んでいるよだったりとか、あとはお仕事としてやっていくにはまず何から始めたらいいのっていう方は私にぜひ相談してください。私は随時写真とカメラの相談室っていうのをオンラインで無料で開いていますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、そこで申し込んでいただくと詳しくお話をさせていただくことが可能です。それからもう一つお伝えしておきたいのが、みんなカメラを買って独学でやってみようって思ってから結局カメラが玄関に置いたまま、箱に入ったままっていう方がすごく多いんですね。それってすっごいもったいないので、一番最初の、入り口として誰かに教わるっていうことをしてみてください。私も魔法の写真教室っていう初めてカメラを触る方向けの教室をやってるんですが、やっぱりそこに来ていただくと一番最初の難しいなって思う壁をみんなスルンって抜けることができます。そうすると楽しいカメラの世界が待ってるので、ぜひ一番最初のところを自分で頑張ろうとせずに、本当にちょっとしたお教室でいいので行ってみていただくと、すごく道が開けるかなと思います。ということで、これから他の動画でもカメラの基礎についてだったり、赤ちゃんや子供撮影に特化したスキルなどもお伝えしていこうと思います。
今回はカメラ初心者の方に向けて超基本のカメラの使い方をお話ししていきます。カメラ買ったけど怖くて箱から出していないよっていう方とか、ちょっと開けてみたんだけど説明書で挫折したよっていう方とかよく聞きますけど、大丈夫です。安心してください。この動画を見ながらゆっくりやっていただければすぐに写真が撮れるようになります。そしてこの動画の次のステップとして、最初にやっておくべき設定5選という動画も用意をしていますので、ぜひこれを見た後にそちらに進んでいただくと一眼カメラですぐにね撮影ができるようになりますので、ぜひ一緒にステップアップしてやっていきましょう。はい。ということで、まずね、このカメラの準備をする段階のところからお話をしていこうと思います。で、最初にですね、このストラップですね、カメラに付属しているものなんですけど、これをつけましょう。これがあると首にかけたりだったりとか、手首にね、つけて落下防止、落ちないようにすることができます。特に赤ちゃんとかお子さんをね、高いところから撮る場合っていうのは、カメラを落としてカメラが壊れてしまうっていうだけじゃなくって、お子さんに怪我をさせてしまうっていうリスクがあるので、必ずね、ストラップをつけて撮影をしましょう。で、デフォルトでついてるものでもいいですし、クッション性があるものだったりとか、ちょっとカラフルで可愛いものっていうのも別売りでね買うことができますので、ちょっとおしゃれを楽しんでみるっていうのもいいかもしれないです。はい。では続いて、バッテリーをね入れていきます。カメラのお尻のところですね、ここ蓋があるので開けていただきますと、ここにバッテリーを入れられるようになっています。こうして矢印の向きに入れてもらってカチッというまでですね。はい。これで、バッテリー装着です。このバッテリーは、もし可能であれば2個用意しといてもらえると、ちょっと長丁場の運動会とかの撮影だったりとか、あとは1個バッテリーがもう充電忘れちゃってて今日どうしようみたいな時に、もう1個あるから大丈夫だったりとか、ちょっとね、安心材料になるので、もし可能な方は、もう1個予備で揃えていただくといいと思います。はい。で、あとはね、このバッテリーを充電器に挿して充電をするんですけど、その時にもう充電が終わってるのに挿しっぱなしにしちゃうと、このバッテリーがね、劣化してしまうんですね。そうすると、すごく電池の消費が早くなってしまったりして、良くないので、もう充電が終わったらすぐに抜くっていうのを心がけてください。はい。で、続いて SD カードも入れていきます。これですね。はい。SD カードはここに、薄っぺらく入れるところがあるので、向きをね、矢印の方向に揃えて、これもカチッというまで入れます。はい。で、ここ蓋を閉められるようになります。はい。こんな感じですね。で、SD カードの容量どれぐらいがいいですかってよく聞かれるんですけど、だいたい今だったら写真メインで撮るなら 64GB ぐらい。で、動画も撮りたいよっていうんだったら 128GB 以上ぐらいを指標にしていただくといいと思います。はい。で、だいたいね、この APS-C キーは、こんな感じでお尻のところが蓋がね開くようになっていて、バッテリーと、SD カードがそれぞれ入るようになってますので、ここから2つを入れて使います。はい。で、続いてですね、このカメラの使い方に入る前にデータのバックアップ方法っていうのをね、お伝えしようと思います。大切なね、思い出が入っているデータなんですけど、このカメラにね、入れたままになっている SD カードに入ったままっていう方がね、結構多いんですよ。それをね、ちゃんとバックアップ取っておかないと、何かあった時に SD カードがもうちょっと不具合を落としたら、思い出が全部なくなってしまうってなるのは避けたいので、必ずやってほしいことが2箇所以上の場所に保存するっていうのをやってください。で、保存先は、パソコンじゃなくって、こういうね、外付けの SSD と呼ばれるものとか、HD と呼ばれるものだったりとか、クラウドのストレージですね。はい。そういうところに必ず2箇所に入れるようにしてください。で、データの移動方法は、さっきの SD カードをこういうリーダーに挿す。して、パソコンにつないで移動したりだったりとか、スマートフォンに直接させるものもあるので、同じように SD カード挿して移動したり
っていうことができます。で、Wi-Fi を使ってここからね、この飛ばしてデータを移動するっていうこともできます。ただ、枚数が多いとちょっとね、時間がかかってしまうので、すごいいっぱい取った時には、こうやって物理的に挿して移動する方が早いです。はい。ということで、続いて、じゃあカメラのね、操作の方に入っていこうと思います。まずね、レンズキャップついてますよね。この蓋を取ります。ガチャ。はい。で、続いて電源を入れます。だいたいカメラの上のところにオンオフっていうマークがあるので、それをね、カチッとオンにしてあげますね。はい。で、レンズによっては、このね、レンズを前に出さないと撮り始められないものがあるので、そういう場合には、表示でね、レンズを装着してくださいみたいに出てるので、カチッと前に出す。そうするとね、使える状態になって、ここがね、フォーカスポイントがね、出てきて、いろんな表示が出てくると思います。これでね、撮る準備ができてきました。はい。で、続いて撮影モードなんですけれども、今回は、プログラムオートというモードで撮りたいと思います。この撮影モードって何よっていう方もいっぱいいると思うんですけど、カメラの上のところにアルファベットがいろいろ書いてあるところありません？このダイヤルになっているところですね。はい。メーカーによってね、ちょっとずつ表記が違うんですけど、だいたい P とか M とか A とかT とか S とかね、書いてあるんですね。はい。これをね、撮影モードと言います。はい。で、この、プログラムオートっていうモードは、カメラがね、自動で最適な設定をしてくれつつ、明るさだったりとか、色味だったりとかを自分好みに調整できるモードになりますので、まずとりあえずカメラになれるっていう意味では、このプログラムオートおすすめです。で、誰でも簡単にマニュアルモードで自分の意図する撮影ができるようになるので、ゆくゆくはそっちに移動してほしいんですけど、とりあえず使うっていうところで、プログラムオートでね、今回はやっていこうと思います。はい。で、カメラのね、構え方です。ちょっとやってみますね。こんな感じでストラップかけてもらって、で、右手こう握っていただくと、人差し指がこのシャッターの上に来ますよね。乗ってますか？はい。で、左手は、レンズのね、この下を支えてあげる感じです。はい。こうですね。うん。で、脇がね、開いているとカメラがぐらつきやすくって、写真がブレてしまいやすくなるので、脇をね、締めてしっかりと固定をしましょう。はい。こんな感じですね。で、ここのモニターを見て撮影する方法と、ここのファインダーと呼ばれる覗くところですね。ここを見て撮る2つの方法があります。で、ここのね、ファインダーを覗く利点としては、外での撮影なんかは、このモニターが、太陽の光で反射してしまって、全然見えないっていうことがあります。っていうのと、ここで見た時の絵の大きさ、写真の大きさと、ここで見た時のこの大きさって全然違いますよね。ファインダーを覗いていただくと、もう全面が自分が撮りたいその絵になるので、すごくね、集中して自分が撮りたいものと向き合うことができると言われています。はい。なので、この覗くっていうのはそんないいところがあって、あとあれですね、ここの頭でも支えることになるから、一層ね、このカメラが安定しやすいっていうのがあります。で、反対にこのモニターがね、活かせる場面っていうのは、すごい高いところから撮影をしたりだったりとか、あとはすごく低いところから撮ったりするときは、このね、モニターとっても便利で、こんな感じで向きをね、変えられたり、くるくるくると回して、自分の方を向けたりすること、こうして、カメラを自分の方に向けて、こんなこともできますよね。そう、こういう風に撮ったりね。そう、だから、自分のこの目が届かないところを撮るときなんかは逆にこっちのモニターを見て撮るっていうことがあります。なので、どっちがいいってわけでもないので、自分のね、やりやすいように工夫をしてみてください。で、いろいろとね、このモニターの飛び出し方このモニターの、出方がね、いろいろと、チルト式だったりとか、バリアングル式とかあるんですけど、こんな感じで、
こういう風に上に開くものとかもありますし、さっきみたいに横に飛び出てくるものもあるしっていう感じです。カメラを買うときにね、そこもちょっと意識して選んでもらうといいかなって思います。で、個人的にはこのバリアングルの方が結構融通が効いて角度を調整しやすいのでいいなっていうふうに思っています。はい。ということで今ね、構え方の話をしました。続いて実際にね、シャッターを押して写真を撮っていこうと思います。皆さん半押しって知っていますか？さっきのシャッターボタンなんですけど、優しくね、半分押すことを半押しと言います。半押しをすると真ん中にあるフォーカスポイントと言われるこの四角がですね、ちょっと光ると思います。で、機種によって設定によってはピピッと音がするものもあると思います。で、そうするとここにピントが合いましたよっていう合図になります。で、そのまま、ガシャンと長く押していただく。これが全押しですね。半押し、ガシャン、全押しですね。こういう感じで撮影をしていきます。まずピントを合わせたいところに四角を合わせて半分押してガシャンと押す。っていう感じですね。で、ピントを合わせたいところを変更したいときには、このモニターを直接タップするでもいいですし、この、フォーカスポイントを切り替えるためのカーソルを動かす場所もあるので、そこを十字を動かして移動するっていうこともできます。半押しと全押しですね。はい、覚えてみてください。で、撮った写真を確認していきます。自分が撮った写真を見るためには、この再生ボタン、三角のところですね。はい。これを押してみてください。そうすると今撮ったのがね、一番最初に出ると思います。で、右左に移動して、ちょっと前のものを見たりとか、あとはプラスマイナスで拡大をして、で、意図したところにね、ちゃんと、ピントが合っているかっていうのを確認できたりします。はい。で、タッチパネルでこうやってね、指を広げてあげると拡大できるものもありますね。はい。で、この中で消去したい写真がある場合には、ゴミ箱のマークのところがあるので、そのボタンを押していただいて消去をします。はい。で、間違ってね、大事な写真を消さないようにしてほしいんですけど、明らかにもうこの時点で失敗をしていて、不要な写真っていうのはカメラの中で削除できると、その後のデータの取り扱いがすごく楽になりますので、できるだけその時に削除するっていうのがおすすめです。はい。では続いて、このレンズの操作のお話をしていこうと思います。まずですね、レンズには大きく分けて2種類ありまして、ズームレンズと呼ばれる手元で画角を変えることができるレンズ。画角っていうのは映る範囲のことですね。っていうのと、単焦点レンズといって、このズームの機能がなくて画角、映る範囲が一定のもの。この2種類があるんですね。で、ほとんどのレンズキットのカメラっていうのは標準ズームレンズって呼ばれるものがついているので、このレンズのリングを回すことで画角を変えられることができます。はい、ちょっとやってみましょう。このね、レンズのリングを回すって今言ったんですけど、レンズには焦点距離と呼ばれるものがあって、ここ見ていただくと数字がね、書いてありますよね。これ焦点距離って言います。画角を表す数字です。数字が小さいほど広角といって広い範囲を映します。数字が大きいほど望遠といって狭い範囲を映します。で、こんな感じでね、リング回していただくと、このね、レンズもちょっと移動するのがわかりますよね。はい。ちょっとやってみましょう。こんな感じで、画角がこれで変わってるんだなっていうことがわかりますね。はい。で、実際にここを見ていただくと、被写体、今だとこのぬいぐるみが映ってるんですけど、ぬいぐるみの大きさがこのズームを切り替えることによって、自分は同じ場所にいるんだけれども、小さくなったり大きくなったりしますね。はい。という感じで、リングを回すタイプのものと、あとはこんな感じ、バーをね、動かすタイプ。これで画角が変わるっていうものもあります。はい。これによって自分がね、撮りたい画角をこうやって変えて、で、半押しをしてガシャンとシャッターを切るっていうことですね。はい。これでみんなね、今ちょっと自分が撮りたいものをちょっと撮れますよね。
はい。そしてレンズを交換するときに気をつけたいのが落下ですよね。はい。レンズ落としてしまうとかカメラ本体を落としてしまう恐れがあるので、まずね、このストラップをつけた状態で行いましょう。はい。で、レンズを一旦これしまっていただいて、で、電源をオフにします。で、キャップを閉めますね。はい。で、レンズをこういう風に上から持ってみてください。そうすると、この人差し指のところにですね、こんなボタンがあるんですね。はい。これを押してあげると、レンズが回せるようになりますので、上から掴んで、人差し指でグッとボタンを奥に押します。で、レンズ回す。そうすると取れます。はい。できましたか？はい。で、反対につけるときっていうのは、この、点がね、色はみんなメーカーによっていろいろなんですけど、レンズ側とカメラ側に同じ色してる点があるんですね。そこを合わせていただいて、外した時と反対に回す。ガシャンと。はい。そうするとつけることができます。もう一回やってみましょう。レンズを上から持って人差し指でボタンをグッと押して回す。取れました。はい。で、印を合わせて、また反対方向に回す。これでつきました。はい。こんな感じで、レンズのね、取り替えがさっとできると結構かっこいいです。で、カメラを買った時にダブルズームキットを買った方は、標準ズームと望遠のズームがついてきてると思うので、ちょっとその場でね、なんか望遠でちょっと遠いところを撮るレンズを使っていたんだけど、今度近く撮りたいからこっちに変えたいっていう時にさささってできるとかっこいいです。はい。ただこのね、レンズとボディのこの中開けたところ、ここにお水だったりとか、塵ほこりが入ると故障にダイレクトにつながりますので、とにかく短時間でやりましょう。そして、気をつけてやりましょう。なので、すごいほこりが舞ってるところだったりとかね、雨が降ってる時にだったりとか、そういう時にやらないで、ちゃんとね、安全な場所でやるようにしてください。はい。続いて、写真の仕上がりを調整する基本の設定について話していきます。はい。まずね、露出補正です。これは何かというと、カメラが自動で決めた明るさっていうのを撮影者の意図に合わせて調整をする機能です。で、この撮影モードがフルオートだと何にもいじることができないんですけど、今やっているプログラムオートのモードで撮ると操作が可能になります。はい、ちょっとまた電源オンにしてカメラを、レンズをね、前に出してやってみようと思います。そうするとね、このモニターの中にプラスとマイナスって書かれている、表示がね、見えると思います。これがね、露出補正のマークなんですね。これを、プラス側に動かしていただくと、このモニターの中に映っている被写体が明るくなりますよね。反対にマイナスの方に動かしていただくと被写体が暗くなっていきますよね。はい。これはね、カメラが、このプラスにしたいですよ。つまり明るくしたい。マイナスにしたいですよ。つまり暗くしたいっていう撮影者の意図を、ここでキャッチしてくれて、で、露出と呼ばれる3つの要素があるんですけど、これはどういうことが起きているかというと、露出を決める3要素っていうのがあるんですね。それが F 値とシャッタースピードと ISO 感度というものなんですけど、これを、カメラにこの写真を明るくしたいよとか暗くしたいよっていう露出補正を指示を出すことで、カメラがこのいずれかの数値を変えてくれて明るさを調整してくれているっていうことになります。で、この3要素を自分で決めるっていうのがマニュアルモードでの撮り方になりますので、これはね、また別の動画で詳しく解説していこうと思います。では続いてホワイトバランスの話をしていきます。ホワイトバランスとは、光の色味を調整して写真全体の色合いをコントロールできる機能です。で、基本的にはオートホワイトバランスで問題ないんですけど、細かく晴天とか曇天とか室内灯とかね、シーンに合わせてプリセットを選んでいくと、より自分好みの色に調整できるっていうことになります。
で、だいたいホワイトバランスは、セットボタンだったり、メニューボタンだったりから、変更できますので、ここでちょっとね、色味を変えて見てもらうと面白いです。同じところを撮っていてもね、ちょっと黄色っぽい写真になったりだとか、青っぽくなったり、雰囲気がね、変わります。なんかちょっとレトロっぽくなったりね。基本はオートでいいんですけど、ちょっと色いじりたいなっていう時はホワイトバランスのところで変えてみてください。はい、続いてピクチャースタイルですね、ホワイトバランスと似てるようなんですけど、さっきのホワイトバランスは色温度をコントロールすることができて、今度はピクチャースタイルといって、この写真全体の雰囲気をワンタッチで変えられる機能のことを言います。色温度だけじゃなくって、サイドだったりとか、白いところをどのぐらい表現するとか、黒いところをどのぐらい表現するとかね、そういう細かい設定がそれぞれにしてあるモードがあって、風景とかポートレートとかね、それをワンタッチで変えられるっていうのがピクチャースタイルです。で、メーカーによってこれは呼び方が異なりまして、キヤノンだとピクチャースタイルだし、ニコンだとピクチャーコントロールだし、ソニーだとクリエイティブルックとかスタイルとか、あとは富士フィルムだと、フィルムシミュレーションだったり、オリンパスだと、ピクチャーモードかで、あとアートフィルターとか、そんな名前になっているので、メニューの中からこれもね、スタイルを選ぶことができるので、それで撮ってみると、なんかちょっとエモい感じの写真が撮れたぞとか、ちょっとなんか、あれ、私アーティストっぽいかも、みたいな、そんな感じの発見があるので、ここもね、ちょっと変えてみて楽しんでみてください。そして最後にスマホアプリとの連結です。メーカーが出しているスマホのアプリをスマホにダウンロードしていただいて、で、Bluetooth でスマホとカメラをつなぐとペアリングすることができるんですね。そうすると、撮った写真をすぐにスマホに転送することができたり、写真を撮るときにスマホをリモコンのような形で、シャッターを代わりに手元で押すことができたりと、いろいろとね、便利な機能がありますので、これもね、使いこなしていただくと、すごくね、便利な、使い方ができますので、こちらもぜひ試してみてください。今回はカメラ初心者さんがカメラを買ったら最初にやっておくべき簡単設定5選を紹介していきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。1つ目、時計を合わせる。カメラの日時設定が間違っていると大切な思い出のデータが間違ったまま記録されてしまい、後から大公開することになります。必ず日時設定を最初に行いましょう。そしてこの日時設定は少しずつずれていってしまうため、幼稚園のイベントや旅行に行く時など複数人で撮影した写真をシェアして時系列で並べたい時などには、撮影前に秒単位で同時に時間合わせをしておくのが安心です。続いて2つ目、記録画質を設定する。記録画質を設定しないまま撮影をしていると、うっかり低画質な写真で撮っていたり、サイズが大きすぎて容量を消費しすぎてしまうという可能性があるので注意です。おすすめは JPEG の一番大きいサイズ、ファインやラージなどの記録です。カメラによってはローデータの処理ができるものも多くありますが、一般家庭での撮影ではローデータは容量が大きく閲覧できるソフトも必要となるため不向きです。編集にこだわりたいという方でなければ JPEG データで十分です。続いて3つ目、指導調整をする。指導調整とはカメラについている光学機器のファインダーを自分の目に合わせてはっきりと見えるように調整する機能です。ファインダーのすぐ近くにある指導調整ダイヤルまたはレバーを回してはっきり見えるように調整することができます。ピントが合っていてもこの指導調整がずれているとはっきりと見えなかったりするので、自分の目に合わせてしっかりと調整しましょう。こんな感じで覗きながらここのダイヤルとかレバーを回して調節してみてください。続いて4つ目、AF モードを設定する。カメラのオートフォーカス機能でどのように被写体にピントを合わせるかを設定していきます。AF モードは大きく分けて3種類あります。風景や物撮り、ポートレートなどの場合、静止している被写体向けの設定。お子さんやスポーツなどの場合、動いている被写体向けの設定。
自動でカメラに判断してほしい場合、自動切り替えに設定します。カメラのメーカーによってモードの燃焼が違うので、こちらをご参考ください。続いて5つ目、瞳 AF を設定する。瞳 AF とは人間や動物の瞳を自動で認識し、優先的にピントを合わせてくれる機能です。被写体が動いていても瞳を追いかけてピントを合わせてくれるので、ポートレートや動き回るお子さん、動物の撮影で非常に役に立ちます。こちらも最初に設定しましょう。各メーカーによりこれも名称が異なります。メニューで設定する場合だったり、AF エリアモードで設定する場合だったり、いろいろと設定の場所が異なりますので、こちらをご参考ください。はい、以上5点、もうすでにやっていましたか？ということで、今回は、カメラを買ったら最初にやっておくべき設定5選をご紹介しました。今回はカメラの保管・お手入れ方法についてお伝えしていきます。まずカメラやレンズはとっても繊細な精密機械です。気合を入れて買った機材も日頃のお手入れを怠っているとすぐにカビが生えてしまったり、写真の写りに影響してしまうということがありますので、日頃のメンテナンスをしっかりと行って、この大事な相棒を長く使っていきましょう。ということで、今回の内容はこちらです。まずはお手入れアイテムを紹介していこうと思います。まずこちら、ブロワーですね。これは風の風圧でホコリを飛ばすアイテムです。カメラに直接触らずにホコリを飛ばすことができるので、レンズなど傷つけることがないというのがとっても魅力的です。続いて、クリーニングクロスですね。マイクロファイバーなんかの毛羽立ちにくい素材がおすすめです。そして、こちらは、クリーニングティッシュですね。アルコールのウェットタイプのものを私は使用しています。これがあるとレンズだったりモニターだったりすごくすっきりと拭くことができますので、使い切りでね、すごい清潔なので、これいくつかパックで買っておくとおすすめです。それから綿棒ですね。このカメラのこの細かい部分をお掃除するのに、赤ちゃん用だったりとかメイク用の綿棒がすごく役立ちます。細かい部分を掃除しやすいので、これもね一つあるといいと思います。で、保管についてですね、ドライボックスというものがありまして、よいしょ、これなんですが、ちょっと開けてみるとこんな感じでね、蓋が密閉できるこのパッキンがついていまして、でここにパカッと取り外すとこの乾燥剤が入れてあります。でこれによって中を密閉してくれて、湿気を取ることができるので安心です。でこの今見せした乾燥剤っていうのがこちらですね。はい、これが中に入ってました。でこのドライボックスのサイズっていうのはいろいろとあるので、自分のカメラとレンズを入れてちょっとゆとりが出るぐらいのものを選んであげると良いです。パンパンになってしまうと入れる時に壊れてしまったりとか、ちょっとアイテムが増えた時に全部入らなくなってしまいますので、気持ち余裕があるものを探してみてください。であとは持ち運びに関してなんですが、こちらがカメラジャケットですね。これはカメラのストラップにこんな感じで紐をパチンとボタンでつけることができまして、でカメラをスポッとこんな感じで包んであげることができます。なのでこうやって斜め書きしてこんな感じでお出かけする時にカバーがある状態でこうやって持ち運べます。でクッション性があるポリエステル素材なので、裸でねこうやってカメラを持っているよりもすごく安心です。で撮りたいなって思う時にこれをパッて外してもストラップについている状態なので、そのままで OK で、撮り終わったらまたギュッとしまってあげるっていう感じです。でこれもサイズがねいろいろとあるので、自分のカメラに合ったサイズのものを選んでみてください。
では続いて実際のお手入れ手順をやってみようと思います。お出かけしたバッグの中にカメラそのまま入れておくっていうのはブブーです。汚れや湿気がそのままになってしまうとカメラの故障につながってしまいますので、これからね説明する本当に簡単な手順なのでやってみましょう。はい、まずこのブロワーですね。これでホコリを飛ばしていきます。結構ね一回撮影すると、場所によっては、学校の校庭だったりとか海のね砂だったりとか結構つくんですよね。公園でも結構ね砂ぼこりがつくなと思います。あとは裏側のねところもこんな感じで風で飛ばしてあげます。はい。で外側のねホコリをまず取ってあげて、そしたらレンズを外してこの内側のホコリも見ていきます。レンズを取るときは上から持ってボタンを押さえてカチャでしたね。はい。でレンズの後玉と言われるこの後ろ側の部分と、カメラのボディのイメージセンサーがついている部分っていうのはとっても繊細なので、上を向けるとまたホコリが入ってしまうので極力上を向けないようにします。でずっと開けておきたくないのでここはなるべくサササササーっとやります。はい、とっても繊細な部分なのでこれは両方とも手で触らない、もう風でね吹き飛ばすだけにしましょう。はい、でこっち側もはいですぐに元に戻します。赤いところ合わせて勝ちですね。はい、で全体的にホコリを飛ばすことができました。そしたら、こちらのクリーニングクロスでボディを拭いていきます。はい、もうね優しくでいいです。本当にこうギューって拭いちゃうと傷がつきやすいんですよ。で飛ばしておくことでホコリとかチリっていうのを一緒に拭いちゃって傷つけることがないので、一番最初にホコリ飛ばすっていうのすごく大事です。はい。で続いてこのウエットタイプのクリーニングティッシュですね。これで拭いていきます。開けてもらうとこんな感じで濡れてるんだけれどもしっかりしたねこのウエットティッシュが出てきますので、一番繊細な部分から拭いていきます。まずレンズですね。優しく優しくくるくるくるっと拭いてあげます。これも絶対に先にブロワーしておくことが大切で、そのホコリと一緒に傷つけないようにホコリ何もない状態でさーっと拭いてあげる感じですね。つるピカ。はい。でこっちのねモニターも結構お化粧だったりとか自分のね皮脂がついているのでここも拭きます。あとこのファインダーの中ですね。ここもねしっかりと拭きます。はい。でさっきブロワーの時にちょっと忘れちゃったんですけれども、モニター開くものって今多いですよね。この中も結構ね汚れてるんです。なのでまずホコリ落としといて、それからこれで拭いてあげるとだいぶ綺麗になります。気持ちいいですね。はい。でもこれだけでもかなり綺麗なんですけど、続いてさっき紹介した、綿棒ですね。これ綿棒でこういったちょっと手が届かない隙間のところを掃除してあげます。キュッ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 と。これもね力を入れないで優しくやりましょう。くる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 っとね。これはねちょっと毎回やるのは大変かもしれないので気が向いた時にちょっと汚れが目立つかもなーって思う時にやってあげると機材が長持ちしますね。はい、こんな感じですね。はい。
で、この綺麗な状態で先ほど紹介したこのドライボックスに入れておいてあげると、湿気によってカビが生えてしまうとか、汚れがそのままになって取れなくなってしまうっていうことがないので、撮影から帰ってきたら一通り今の手順を行ってしまってあげるっていうのをルール付けてあげるといいです。ただ一つだけ注意点なのが、このボックスにしまい込んでしまうことで使う機会が減ってしまうっていうのはなくしたいですよね。だからカメラは基本的にいつでもすぐ使えるところにあった方がいいなと思うので、私の場合は普段ね、子供を撮るプライベート用のカメラはいくつかあるんですけど、それはね、日中は自宅のカーテンレールの隅っこのところに S 字フックをつけてこうやって吊るしておいています。で、そうすると、子供が触れることはできなくって、私がなんか今いいな、撮りたいなって思った時にそこから持ってきてささっと撮って、でまたそこに吊るしておくっていう感じで使うことができます。で、夜になったら、うちではね、電子式のドライボックスって言って、コンセントにつないで湿度をね一定に保ってくれるっていう大きいね機材ボックスがあるので、そこに一緒にしまうようにしています。で、スタジオではこういったね電子式じゃないタイプのドライボックスの中にこの乾燥剤を入れて使っているっていう、こんな感じで使い分けているので、しっかりとメンテナンスはするんだけれども、日々使うのがめんどくさくならないような工夫をできるといいなと思います。そして最後に、カメラやレンズに不具合が起きた時の修理や点検についてです。例えばいつも使っていると聞き慣れない音がするだったりとか、なんかちょっとピントが合いにくいなだったりとか、あとは帰ってきてお手入れをしている時に、あれってブロワーでもなかなか飛ばなくって、で拭いても取れない、なんかちょっと傷っぽいものがレンズについているなだったり、そういう場合は必ずメーカーさんにすぐに連絡をして修理に出しましょう。そのままにしてしまうとどんどん悪化してしまって、大事な瞬間に撮れないということがあります。で、不具合が起きる前にも点検っていうのがすごく大事でして、私たちプロはね、この機材に何かあったら仕事ができなくなってしまうので、基本的に私は1年に1回メーカーさんに全部機材を点検に出しています。で、そんな感じで、プライベートで使っている方も不具合が生じていなくっても出すっていう習慣をつけておくといいと思います。そうするとね、大きな故障なく使うことができるので、こちらもね、ぜひ頭に入れておいてください。はい、ということで今回はカメラの保管とお手入れ方法についてお伝えしました。日頃のねメンテナンスをちょっと心がけるだけで、この相棒ちゃんのカメラの寿命はぐーんと伸びます。特に梅雨から夏にかけてはカビが発生しやすい季節なので、大切なねカメラのコンディションをずっといい状態で保って、日々の思い出をね残していけるように気をつけて、今回はカメラ初心者さんに向けて露出の基本と撮影モードのお話をしていきます。露出って難しいって感じる方も多いかと思いますが、実は知ってしまえば超簡単です。誰でもすぐにマニュアル撮影ができるようになりますので、安心してついてきてください。それでは今回の内容はこちらです。はじめに、露出とは一眼カメラのイメージセンサーに取り込まれる光の量のことを言います。露出は F 値、シャッタースピード、ISO 感度の3つの要素で決まります。露出を調整することで明るさや表現方法を変えて撮影することができます。同じ環境の下で撮影をしても露出の調整次第で写真の仕上がりが異なります。そして適正露出っていう言葉もよく聞くと思いますが、この適正露出とは撮影者が意図する明るくもなく暗くもない自然に見える明るさで撮った写真のことを言います。取り込む光の量を増やすことを露出を上げるといい、写真の仕上がりは明るくなります。反対に光の量を減らすことを露出を下げるといい、写真の仕上がりは暗くなります。ここでポイントなのが、適正露出に正解はないということです。撮影者が意図した明るさが適正ということを覚えておいてください。
続いて露出を決める3要素の話をしていきます。先ほどお伝えした通り、露出を決める3要素、F 値、シャッタースピード、ISO感度、この3つの組み合わせによって写真の仕上がりが変わってきます。F 値というのはですね、このレンズの中の絞り羽という部分で調整をしていきます。そしてシャッタースピードというのはカメラのボディの部分、本体の部分のシャッター膜で調整をしていきます。そして最後に ISO 感度というのはこのボディの中のイメージセンサーのところで調整をしていきます。で、この3つをね、詳しくこれから説明していきますので安心してください。まず1つ目の F 値、絞りですね。これは何かと言いますと、レンズから入る光の量を表したものになります。F1.4 とか F2.8 とか F4 とか皆さん目にしたことがあると思います。これを F 値、絞りと言いまして、F 値が小さいほど取り込む光の量は多くなります。はい。反対に F 値が大きいほど取り込む光の量が小さくなります。F 値はレンズに入り込む光の量と背景のボケにも影響してきます。F 値が小さくなるほど背景はボケやすくなります。F 値が大きくなるほど背景はボケにくくなります。そしてレンズによって開放 F 値という値が異なります。開放 F 値が小さいレンズほど多くの光を取り込むことができるため表現の幅が広がります。F 値、絞りを操れるようになると背景をぼかして被写体を引き立たせる撮影をできるようになったり、反対に背景をくっきり写して情景がわかるようにしたりと様々な表現をできるようになります。続いて、2つ目のシャッタースピードについて説明していきます。シャッタースピードとはシャッター膜が開いている時間のことを表しています。4分の1とか10分の1とか30分の1とか500分の1などの数字で表します。シャッタースピードが遅いほど、取り込む光の量が多くなります。反対にシャッタースピードが速いほど取り込む光の量が少なくなります。シャッタースピードによって被写体が動いて見えたり止まって見えたりします。シャッタースピードを操れるようになると、シャッタースピードをゆっくりにして被写体の動きを表現することができたり、シャッタースピードを反対に速くして被写体が止まっているように見せたり、これも様々な表現につながっていきます。続いて3つ目の ISO 感度について説明していきます。ISO 感度とはレンズから入ってきた光をカメラの中でどれぐらい増幅させるかの指標です。デジタルカメラの場合はイメージセンサーと言われる機能の部分でこの ISO 感度を調整することができます。かつてはフィルムごとに ISO 感度が決まっていて調整することができなかったので、もうフィルムを買う時点で ISO400 のフィルムとか ISO1600 のフィルムっていうのを選んでいたんですが、デジタルではそれを後から調整することが可能です。ISO 感度は高いほど明るく撮ることができます。反対に低いほど暗く映ります。なので ISO 感度が高いほど光が少ない場所でも明るい写真を撮ることができます。暗い場所で手ぶれしてしまったり、スポーツ写真で被写体がブレてしまったりっていうことを軽減することができるんですね。なんですが、この ISO 感度が高くなると電気的に光を増幅させていることになるため、写真のノイズ、ざらつきだったりとか、写真のシャープさ、鮮明さっていうものが失われるというデメリットがあります。最近ではあえて ISO 感度を上げてガサガサとしたノイズの乗った写真を楽しむっていう手法も流行ってはいるんですけれども、思い出の写真としては基本的には ISO 感度が低いほど高画質な写真を残せますので、 ISO 感度は低いほど綺麗っていう風に覚えておけば OK です。このように F 値、シャッタースピード、ISO 感度、この3つの組み合わせによって写真の表現方法を変えて撮影ができるっていうことを頭に入れておきましょう。
絞り、シャッタースピード、ISO感度、この3つだけ覚えておけば OK です。続いて露出補正の話をしていきます。露出補正とはカメラが自動で設定した明るさを撮影者の意図に合わせて明るくしたり暗くしたりする機能のことです。露出補正を行うことで、例えば明るすぎる仕上がりを少し暗くしたり、逆に暗すぎる仕上がりを少し明るくしたりして写真の仕上がりを調整することができます。フルオート以外の撮影モードでカメラを構えていただくと、このモニターやファインダーの中にプラスマイナスの表示が出てくると思います。仕上がりを明るくしたいときはプラスの方向へ、暗くしたいときにはマイナスの方向へ動かすと、カメラが露出を決める3要素のうちいずれかを調整して撮影者が意図する明るさにしてくれる機能を露出補正と言います。で、よく初心者さんが混乱してしまうのが、露出補正を露出を決める3つの要素とは別の第4の要素として明るさを調整してくれる機能と勘違いしているっていうことがあります。私が講師を務めている魔法の写真教室でも一番最初にね、よく発覚する勘違いなんですけれども、これは違います。先ほど説明をした露出を決める3要素のいずれかをカメラが調整することで適正露出にする。これが露出補正です。ここを混乱しないように気をつけましょう。はい。では、露出について分かってきたところで、撮影モードのお話に移っていきます。撮影モードによって先ほど説明した露出を決める3つの要素のうち何を自分で決めて何をカメラに任せるかを決定することができます。撮影モードはカメラの上の部分にあるモードダイヤルで切り替えることができまして、選んだモードによってこのように自分で調整できる箇所と露出補正をした際に動く箇所っていうのが変わってきます。カメラのメーカーによって表記は様々なんですが、大まかに言うと大体この5つが書かれていることが多いです。フルオート、プログラムオート、絞り優先、シャッター優先、マニュアルですね。で、一つずつ説明していきます。まずフルオートの場合、F 値、シャッタースピード、ISO感度、すべてカメラが決定します。露出補正もできない状態になります。もうまるっとお任せですね。続いてプログラムオートの場合、F 値、シャッタースピード、ISO感度はカメラが決めてくれる。これはフルオートと同じになるんですが、露出補正プラスマイナスを自分ですることができるので、明るさを調整することができます。それによってカメラが F 値、シャッタースピード、ISO感度を調整して撮影者が意図する明るさに設定します。続いて絞り優先ですね。こちらは F 値を自分で決めます。そしてシャッタースピードをカメラが決めます。ISO感度もカメラが決めます。露出補正を自分ですることができます。なので F 値を自分の任意の数値に設定をして、それによってカメラがシャッタースピードを調整する、ISO感度も調整する。そこに対してもっと明るくしたいよとかもっと暗くしたいよっていうプラスマイナスの露出補正をかけてあげる。そうするとカメラがシャッタースピードを調整して撮影者が意図する明るさにしてくれる。これが絞り優先です。これと反対になるのがシャッター優先です。シャッタースピードを自分で決めます。そして、F 値をカメラが決めます。ISO感度もカメラが決めます。それに対してプラスマイナスの露出補正をすることで、最終的にカメラが F 値を調整して、撮影者が意図する明るさに設定してくれます。最後にマニュアルです。これは F 値もシャッタースピードも ISO感度も自分で決めます。そのため露出補正の項目がありません。自分で意図するところに持っていくので、最後の微調整も不要っていうことですね。はい。こんな形で撮影モードの違いによって何を自分で決めて何をカメラに任せるかっていうのが変わってくるっていうことを覚えておきましょう。で、この表を見ていただくと分かる通り、カメラ任せの部分が多いほど便利で楽ちんです。
ただ反対に自分がこう撮りたいって思う写真を表現することは難しくなります。例えば背景をぼかしたいなとか、被写体の動きを止めたいな、動かしたいなとか、自分が意図する写真を撮っていくには、やはりこの露出を理解した上でマニュアルモードで3つの要素を操っていくっていう必要があります。では最後になります。露出のこと、撮影モードのことが分かったところで、マニュアルモードでの撮影に挑戦してみましょう。露出を決める3つの要素を1つずつ決めていくんですけど、考え方はとってもシンプルです。まず1つ目、F 値を決めましょう。F 値によって背景のボケ方が変わるという説明をしました。背景をぼかしたいなっていう場合には F 値を小さくしてください。反対に背景までくっきり写したいなっていう場合には F 値を大きくしてください。これで F 値が決まります。続いて2つ目、シャッタースピードを決めます。これも先ほど説明しました。シャッタースピードをゆっくりにすると、被写体の動きを表現することができますし、シャッタースピードを速くすると被写体を止まったように見せることができます。被写体の動きを表現したい場合にはシャッタースピードをゆっくりに、止まったように見せたい場合にはシャッタースピードを速く設定します。そして最後に ISO を決めます。ISO を決めるのはこの F 値とシャッタースピードに合わせて適正露出になるように最後に ISO で調整してあげます。なので ISO は任意の ISO というよりも明るさを最後に調整するために ISO が必然的にその値になる形になります。例えば背景をすごくぼかしたいので F2.8 に設定しました。続いてシャッタースピード、被写体を止まっているように見せたいのでシャッタースピードは500分の1にしました。で、そうすると ISO はいくつになるか、その撮っている環境下によって数字は変わってくるので、お外ですごく明るい状況の場合 ISO 感度はすごく小さい数字になります。 ISO100 とか200ですね。で、反対に室内のちょっと暗い場所で撮っている場合には ISO 感度は、1000とか2000とか上がってくると思います。こんな感じで1、2、3と順序立てて決めていただくと、自分が思った意図する写真を調整しながら撮ることができます。で、この順番で考えていく中で1点だけ注意点があります。すごく晴れている日の屋外で撮る場合ですね、とっても明るくて光が入ってくる状況の場合、ISO 感度を一番低く下げたとしてもカメラに取り込む光の量が多くって明るすぎる仕上がりになってしまうっていうことがあります。その場合には ISO 感度以外のところで光の量を制限する必要があります。その場合、シャッタースピードを速めてあげることでカメラに取り込む光の量を少なくして適正露出に持っていくことができます。これをね、ちょっと忘れないようにしてください。最後に ISO で調整しようと思ったんだけど、もうこれ以上低くできないよ。でももう真っ白けになっちゃっていてどうしようっていうことがあると思うので、その時にはこの1点だけイレギュラーがあるよっていうのをね、思い出していただくと、シャッタースピードで調整しようっていうことでできますので、この1、2、3の考え方とイレギュラーの時の話を覚えておいてください。はい。ということで、今回は露出と撮影モードについてじっくりとお伝えさせていただきました。最初はね、ちょっと難しいよって感じる方もいるかもしれません。なんですけど、とにかくカメラを触ってたくさん撮っていくうちに、この話がつながってきます。あ、こういう状況で撮ったから、今、ISO感度が低くなったんだなとか、高くなったんだなとか、あ、このぐらいだったらシャッタースピードはこのぐらいの設定で良さそうだとか、どんどん撮っていくうちにやり方が分かってきますので、ぜひ臆せずにマニュアルモードにチャレンジしてみてください。今回は背景ボケ写真の撮り方についてお話をしていきます。みんながね、カメラを持ったらまず撮りたいと思う背景ボケ写真なんですが、よく私が講師を務めている写真教室でも生徒さんから言われるのが、
背景ボケ写真撮ってみたいんだけれども、こういうキットレンズだと撮れないんですよね。プロの機材でもっともっと高いものじゃないと背景がボケてる写真って撮れないんですよねって一番最初にね言われることがあるんです。なんですが、そんなことありません。皆さんが持っているカメラとレンズですぐに背景ボケ写真が撮れるようになります。そのためにはこれからご紹介をするボケを決める4つの要素っていうのを覚えていただく必要があります。この4つの要素を知ると背景をぼかすこともくっきりと写すことも両方できるようになって背景を自由自在にコントロールすることができますので、一緒にやっていきましょう。それでは今回覚えていきたい内容はこちらです。はい、ということでボケを決める4つの要素についてお話ししていきたいと思います。まず1つ目は絞り(F 値) です。絞り(F 値) は小さければ小さいほどボケが大きくなるというふうに覚えておいてください。まず F 値とはレンズの明るさを表す数値のことで、数値が小さくなるほど多くの光を取り込むことができ、ピントの合う幅が狭く背景がボケやすくなるという特徴があります。そしてレンズの絞りを一番開いた状態の値のことを開放 F 値と言います。開放 F 値はレンズによって異なり、開放 F 値が小さいほど明るくボケた写真を撮りやすいという特徴があります。例えばこのレンズですと F4.5 から 6.3 というふうに書いてありますので、一番広角にしたときは F4.5 の開放 F 値、そして一番望遠にしたときには F6.3 の開放 F 値というレンズになります。こちらの参考写真のように同じ距離から同じ被写体を撮影した場合、F 値が小さいほど背景がボケます。そして反対に F 値が大きくなるほど背景がボケなくなります。この感覚を覚えておいてください。これが絞り(F 値) による背景のボケ方の違いです。続いて2つ目、焦点距離。焦点距離が長いほど望遠になるほどボケが大きくなると覚えておいてください。焦点距離とはレンズの中心からイメージセンサーまでの距離のことを表していて、何ミリというふうに表記されています。焦点距離が短くなるほど画角は広く、焦点距離が長くなるほど画角は狭くなります。例えばこのレンズの場合、焦点距離は 18mm から 45mm のズームレンズとなりますので、一番広く撮る画角は 18mm、一番狭く撮る画角は 45mm ということになります。こちらの参考写真の通り、同じ距離から同じ被写体を撮影した場合、焦点距離が短いほど広い範囲で被写体が小さく、背景が遠く映るという特徴があります。反対に焦点距離が長くなるほど狭い範囲で被写体が大きく、背景が近く映るという特徴があります。これが焦点距離による背景のボケ方の違いです。続いて3つ目、撮影距離。被写体とカメラの距離が近いほどボケは大きくなると覚えておいてください。撮影距離とはカメラと被写体の距離のことです。カメラが被写体と近いほど背景はボケやすくなります。反対にカメラが被写体と遠いほど背景はボケにくくなります。こちらの参考写真の通り、カメラが被写体と近いほど後ろの背景はボケやすく、反対にカメラが被写体と遠いほど後ろの背景はボケにくくなるということです。これが撮影距離による背景のボケ方の違いです。続いて4つ目、背景距離。被写体と背景の距離が離れるほどボケは大きくなると覚えておいてください。背景距離とは被写体と背景の距離のことです。被写体が背景と遠いほど背景はボケやすくなります。被写体が背景と近いほど背景はボケにくくなります。こ
これが背景距離による背景のボケ方の違いです。ということで、ボケを決める4つの要素についてご紹介してきました。おさらいしていこうと思います。ボケを決める4つの要素はこちらです。1、絞り F 値。小さければ小さいほどボケは大きくなる。2、焦点距離。焦点距離が長いほど、望遠になるほどボケは大きくなる。3、撮影距離。被写体とカメラの距離が近いほどボケは大きくなる。4、背景距離。被写体と背景の距離が離れるほどボケは大きくなる。はい。ということで、こうしたらボケるというのがこちらです。まず、絞り F 値を開放 F 値にしましょう。そして、焦点距離、できるだけ望遠にしましょう。そして、撮影距離、できるだけ被写体に近づきましょう。そして背景距離、できるだけ背景を離しましょう。ということで、この4つの要素をコントロールしていただくと、皆さんが今までに見たことのないボケ感の写真が撮れるはずです。ぜひやってみてください。今回の内容がためになったよという方は、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。この他の動画でもカメラの基礎についてや赤ちゃん子供撮影に特化したスキルをお伝えしていきたいと思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。